こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ダイヤは受け取ってくれなかったので、ネザーではさらに希少な木材を渡してみようと思いつきました。そして、足元に木材を落とすと消えたので、受け取ったかに見えたのですが、通りすがりに投げた木材を私が拾い直しています。どういうことなのでしょうか。つまり、パスを送ったゾンビピッグマンから素早くパスを返してもらったのよ。つまりこのまま私がシュートを決めれば、ゾンビピッグマンにアシスト記録がつくということで、わけがわかりません。謎は深まるばかりね。まあともかく授業表現から戻ってきた直後です。前回は理科の課外授業で、近視採取や雪の構造実験、あと雪の下の生物の生態観察を行いました。特にスノーウィッチやスノークリーパーが珍しかったです。まあなんとなくそんな感じね。で、遠征の後片付けをしているところで、樹氷表現の地図を見ながらしんみりです。どうやら、樹氷表現ロス症候群にかかってしまったようです。こじれて悪化すると、次の企画で無茶しだすから注意が必要ね。まあ気を取り直して次は、松明クラフトからかかります。下田、石炭がまだ必要だったじゃないですか。石炭鉱石の備蓄は11個だけ、そしてブロックの方は24個しかありません。遠征でせっかく石炭鉱石集めてたのに。そのせいで、あと18個必要という記憶に松明のことが打ち消されてました。で、ストックの24個は、薄灰色ガラスの下につける松明を作っただけで半減です。あと灰色と黒と茶色ガラスの分が必要。確実に足りないわね。なお前回の遠征中に、山岳バイオームでちらほら石炭を見かけていたんです。横着せず採掘しておけばよかったです。さてサトウキビを刈り取って、ラバが喜んでいるところで次はガラスの準備ですが、64連装のかまどの最上段にも、まだ焼き上がりのガラスが入っているんです。ガラスは上の段から使っているのよね。つまり下3段にはガラスがぎっしり。どう見ても焼きすぎでした。まあ一応、いざという時のために精錬経験値を保管してた意味合いもあったのですが、結局これまでいざという時は来ず、経験値が48まで溜まっているありさまです。つまり死んでたらよかったわね。全然良くないですがそういうことです。とりあえず石炭枯渇問題は、砂と赤砂、積雪の下支えにするレッドストーントーチを作るまで様子見です。原木が余剰してれば木炭で代用すればいいだけの話なんです。でも、石炭なら近場にあったわよ。ゾンビピッグマンを追いかけた洞窟とか、秘密通路にとか。取りに行くの面倒です。インドア派ですから。で、まず灰色ガラス分の松明で石炭ブロックを使い切り、レッドストーントーチを作り終えたところで、原木余剰していました。こんなこともあろうかと、キノコ島のタイミングで伐採しておいてよかったです。とりあえずその原木でドアを作るべきね。さて、かまどは36連装まで減ったところで、必要なガラスは全て揃いました。ちょっと対称性が崩れたのが不満ですが、まあ仕方がありません。ピラミッドのガラスが4スタック吹き飛ぶとバランス良くなるわよ。で、最後のガラス染色のところで痛恨のミスを、うっかりワンスタック余計に作ってしまいました。まあガラスが大量に余っていたせいにしておきます。つまりかまど64連装回して浮かれてた昔のテリーのせいね。ともかく予備のカカオが一つだけだと、何かイレギュラーが起きた時が不安です。多分こんな感じで育つかと。お、茶色じゃないんですね。さて、ぼちぼち収録時間がいい感じなので、最後に TNT をクラフトして燃え尽きます。企画序盤からかき集めていた火薬は、わずか2回のクラフトで消費してしまうのが、マインクラフトの醍醐味です。その全部の TNT が一瞬で吹き飛ぶのがマイクラの醍醐味じゃないかしら。で、
これで TNT の正確な不足数が31個と分かりました。火薬換算なら150個ほどね。約 3.5 砂漠の神殿です。そして多少のアイテム整理をしてから予定通り燃え尽きて、いよいよこの企画での、メサとのお別れの日がやってきました。そういえば片焼き粘土集めもこれで最後になるのね。なお次の建築ターンでは、建築材の数こそ6200個ほどですが、松明やレッドストーントーチの設置する層が多いです。1回の収録で全部積むのは左手小指が辛そうなので、多少建築に着手するところまで進めたいです。というわけで、急ぎ目でこんがり木炭で残りの松明を作成し、テキパキとメサに行く準備を整えました。ビーコン用ブロックは2段分だけ持っていくのね。効果範囲は十分と思います。では出発します。とその前に、いつの間にか茶色に変わったようなので、急いでいたんじゃなかったの？少し遅れてもメサは逃げませんから。メガタイガは逃げるけどね。さて4分のネザーワープでメサに到着。まず行うことはメサ拠点の撤去です。今更だけど、茶色粘土は取りすぎてるわよ。メサに来た当初に小山を一山削ろうと頑張った名残です。記念品なので全部持って帰ります。そしてあっけなく拠点撤去完了です。持ち運びできる便利な拠点でした。テントが実装されてたらそれっぽいのにね。さて、最後の4色の粘土を採掘する上で、実は一つ不明な点があります。今まで再三採掘してきましたが、薄灰色の粘土を見かけていないんですよね。そういえば自然生成されるはずよね。となると、まだチェックしてないのはメサ森林台地の頂上付近です。ちなみに今左に見えた2層分の空きは、白い粘土の採掘跡です。お、やっぱり、まだ用意してなさそうな色がありました。でも、これが薄灰色の粘土かは、確認が必要です。見た目でわかりにくいものね。ともかく近くに片焼き粘土もあるので、ここをメサ最後の採掘所に決めました。そして一泊して登山の疲れを癒してから、ビーコン効果発動を確認し、早速粘土を採掘してみると、薄灰色で間違いないわね。必要な数は6スタックと少々です。で、ハイスピードでサクサク採掘してたら、見える範囲のものはあっという間に取り尽くしてしまいました。仕方がないので裏に、というかネザーゲートから見て表に回ってみると、ほとんど薄灰色が見受けられません。茶色の層も掘れば楽に集められるわよ。これ以上茶色の粘土を集めるのが尺なんです。で、5スタックほど集めたところで、もう諦めることにしました。これ以上は普通にコップンとイカスミで染め上げた方が早いです。ビーコンの範囲外まで来てしまっているのね。そしてその後7分ほど片焼き粘土集めに費やして、全部で1万ブロック以上のメサ採掘がゴールです。まあでも、1万程度じゃあまり地形は変わらないんですよね。数なら 100×100 の、薄皮1枚のようなのよね。さて帰りがけです。なお今回の採掘量は20スタックほどですが、実のところ採掘時間は、ネザーワープの往復時間とそう変わりありません。どちらかというとメサの採掘よりも、ネザーワープの往復の方が大変でした。それはいいけどなんでダイヤ構えているの？まるで意味がありませんでした。さてピラミッド拠点に戻って早々、薄灰色の不足分の粘土を染め上げて、灰色及び黒の粘土を染め上げたところで、これで染料からの卒業です。なんだかんだで染料の数の管理やクラフトは面倒だったので、ようやく一息入れられそうです。そして、最後に建築用チェストに雪ブロックを全部詰め込んで、建築ターンに入ったところで、キリがいいので今回はここまでとなります。建築ターンは次回に持ち越すのね。普通に動画編集してたら入りきれませんでした。
なおプレイの方は、エンダーチェストとインベントリー1杯分を建築したところまで進めています。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。